皆さんこんばんは。第何回目かの晩酌トークのコーナー、イエーイ。はい、今日は久しぶりに晩酌トークのコーナーをやっていきたいと思います。今回はゆねちゃん幼稚園合格記念晩酌トークにしたいと思います。じゃあまずはゆねちゃん幼稚園合格おめでとうございますはい、ゆねちゃんも無事に幼稚園合格できました。今日は幼稚園のお受験とか合格までの話をしたいなと思います。じゃあまずは乾杯したいと思います。今日は特別なので、なんかももさんが紹介してくれた土佐鶴の一番良さそうなやつを買ってきました。一番じゃないけどね、ランクっていうかいろんなのがある。そういろんなのがあって、それの良さそうなやつをすごそうだよね。買ってきましたので、今日はこれを開けたいなと思います。なんか色ついてる。ゆねちゃん幼稚園合格おめでとうございます。おめでとう。ここちゃんも来年頑張ろう。はーい。めっちゃ美味しい。美味しい。はい、ということでゆねちゃんの幼稚園お受験のお話を今日はしてみたいなと思います。ゆねちゃんどうでした？幼稚園お受験。終わっちゃった。終わっちゃった？終わったよまあ幼稚園は入れたいねっていう話をしてて、で見学は2校だけ行きました。1校はママの出身の幼稚園に見学に行って、でもう1個は家から割と近めの私立の幼稚園に見学に行きました。ママの出身の方の幼稚園はすごくいいんだけど、ちょっと距離が離れてるっていうのもあるし、であと教育方針としてなんか遊びも勉強もしっかりメリハリつけてやりましょうっていうちょっと厳しい感じがしてて、でまあもちろんママの出身校だからいろいろ昔の映像とかもあって、それをまあ見てる中でいいなと思うけど、ちょっとゆねちゃんには厳しすぎるかなっていう印象があって、近くの幼稚園を行った時に、まあまずその先生たちが優しいっていうのもあったし、在園してるお姉さんお兄さんたちがみんななんか落ち着いて授業を受けてたっていうのがすごい印象的で、それでさらにゆねちゃんが階段を降りる時に女の子がそっと手をつないでくれて、あ、すごい優しいなっていう、優しい子に育ってるなっていう印象があって、まあそこだけしか見てないけど、であと先生たちとちょっと話したりした中でやっぱり優しい感じがあったので、まあ、ゆねちゃんたちにはここが合うかなっていうので、その幼稚園に決めました。で続いてお受験について、まあ多分うちの家族が一番浮いてただろうなっていうお受験ではあったの、っていうのが、お受験までに説明会と見学会があって、でまあその説明会の時に例えば名前は何ですかとか、そういうお受験の準備はしなくて大丈夫です、しないで来てくださいって言われてっていうのと、あと服装を、まあ、特に指定はないので自由にいらしてくださいっていう感じで言われてたので、うちの家族はね、もちろん準備もしなければ服装もラフな格好で行きました。まあ、ママとパパは一応ジャケット着たりはしたけど、ゆねちゃんとここちゃんに関しては普通の格好っていうか普段通りのトレーナーにズボンみたいな、でまあパパも別にスーツは着ないで行きました。多分お父さんでスーツ着てない人いた？いないんじゃない？いなかったかな。パパは白 T に黒のジャケットとかそういうでスニーカーみたいなちょっと
ビジネスカジュアルよりカジュアルな感じで行きました。ココちゃんどうするっていう問題があって、それで結局ココちゃんは連れて行きました。っていうのが、上の子が幼稚園に入ってると下の子も入りやすいっていうのが、まあ大体どこの幼稚園もそうなので、今回ココちゃんのお受験も兼ねて一応ココちゃんも連れてってうちの家族を見てもらうためにココちゃんを連れて行きました。まあ、その方がゆねちゃんも多少リラックスできるだろうねっていうことで、本領発揮するからっていうことで連れて行きました。で、お受験の内容としては面接と、まあゆねちゃんだけの何か試験があったみたいで、面接に関しては、まあ、こんな感じで家族で並んで、その前に先生がいて先生とお話しするっていうものでした。内容としてはよくあるような質問で、なんでうちの園を希望したんですかみたいなね、志望理由から始まって、まあ、どういう教育方針をお持ちですかとか、まあ、そういう考え方を聞いてきてる感じだったよね。お家で何して遊びますかとかね。なんか結構長かった気がしない？うん、結構緊張した結構緊張した。ゆねちゃんは最初にお名前を聞かれて、一応まあ練習はしないでくださいとは言われてたけど、その一応お名前は何ですかくらいはそれ以前から教えるじゃないですか。で、ゆねちゃんもお名前は何ですかって聞かれたらゆねですと言えるはずだったんですけど、まあ、いざ面接でお名前言えますかって言われた時に、その先生の顔を見て、まあ、いざ先生を前にするとまさかの先生を見て無視するっていう状態でした。で、まあ先生が何回も聞いてくれたんですけど、それでもずっと無視してて、まあちょっと笑っちゃったよねあんまりでも無視するからね、もうなんかもうゆっくり顔をそらすみたいな。ゆねちゃん、あの時なんで言わなかったの？なんでまあ知らない人だしね、まあ知らない人に名前を言わないっていうのは基本なのでそこはいいねそれはそれでいいのかもね。で、まあゆねちゃんへの質問は、まあ、もしかしたら他にも何かあったのかもしれないけど、まあ、とりあえずそこで終わってくれて、でそれがまあ試験なのかはわからないんですけど、一応パズルのおもちゃをゆねちゃんとココちゃんに渡して、自由に遊んでねみたいな感じで渡してくれて、これほうれん草？パパたちへの質問に移ったので、まあそれを見てるのかはちょっとわからないんですけど、一応多分そこも試験なのかなっていう感じでした。先生からパパたちへの質問は志望理由とか、家庭での様子、家庭での様子とか、なんか子育てで困っていることありますかとか、あとはパパには休日子供たちとどう過ごしてますかとか、ママに対してどういう時に怒りますかっていう質問。まあそういう難しいお受験ではないので、多分どういう家庭なのかを見てるのかなっていう、こっちも印象でした。それで面接が終わって、まあ別のお部屋に移動して、パパ、ママ、ココちゃんは待機して、ゆねちゃんだけ先生に連れて行かれて、何か試験をねしたんだよね。一応その日にゆねちゃんに先生と何したのって聞いたら、滑り台したって言ってたので、多分滑り台の試験だったのかなって思います。そこに連れてかれるっていうか、まあ、他の子もいっぱいいる中で、じゃあ何々じゃあ行こう、何々行こうみたいな感じで先生がこう一人ずつ迎えに来てというか連れて行くんだけど、半々ぐらいだったけど、こっちにアンパンマンあるよって言われて、アンパンマンって結構素直についてきてく子も多ければ、
まあ嫌がってしぶしぶ行く子もいる中で、ゆねちゃんはもう先生からの逃げ惑って最終的に先生が「抱っこしちゃっていいですか?」って言ってゆねちゃんは抱っこして担がれて大泣きしながら連れてかれるっていうまあ泣き声は割とすぐ泣き止んで、10分15分ぐらい多分先生と何かしてこうママたちのいるところに戻ってくるんだけど、その時は先生が「ゆねちゃんまた遊びに来てくれる?」って聞いて「うん」すごい上から「うん」って言って、ご機嫌に戻ってきて滑り台したんだよね。でまあその日はそれで終わりで、後日発表があって無事に合格できました。このお受験を振り返ってみてどう？魚です。まあうちの家族だけものすごく浮いてたのはちょっとびっくりしたよね。でもお受験ってこんなもんなんだなっていうのは感じたけど、ゆねちゃんが面接の時に「お名前は?」って聞かれて答えられなくてずっと無視してるこっちの後ろでもう一組が面接してて「お名前は?」って書いてフルネームでしっかりめちゃくちゃ大きい声で答えてて、ちょっと焦ったなっていうのはあったけど、まあでもゆねちゃんのその本質じゃないけど、を見てくれたんじゃないかなとは思うけどね。優しいココちゃんにおもちゃをこう面接で待ってる間にこうおもちゃ喧嘩せずココちゃんと2人で遊んでるところとかもうきっと先生は見てたし、まあそこをちゃんと見てくれてゆねちゃんに合う幼稚園かなと思ってるから、そこで性格というか本質持ってる力を磨いていってくれればいいなって思います。ココちゃん頑張ったよね。思えば泣かないし、そうココちゃんを連れてったことによって、まあ、もしココちゃんが泣いて暴れたりとかしたら多分どっちかは面接どころじゃなかったし、片親面接そうになってただろうし、でまあココちゃんが調子よく遊んでたからゆねちゃんもそれに合わせて面接中静かにずっと座っていられたし、まあ、今回のお受験はもしかしたらほんとココちゃん次第だったのかもしれないよね。まあ、ゆねちゃん合格したけど、まあ、2人合格したっていう感じになるのかなっていう。お水飲んだらって幼稚園に何回か行ったって言って他のことを聞くけど、やっぱりできることの差は結構激しいかなっていうのはあるけど、おしゃべりに関してとか歌ったりとかは恥ずかしい時はできないけど、まあ、一緒にやろうって言ってママが隣に行って一緒にやれば他の子と一緒に歌うとかもできるし、まあその話すとかに関してはなんか、まあ、あんまり不安はないかなって感じだけど、体力面とかはちょっとその年の差はあるからちょっと心配。でもまあそこは考え方次第だよね。だから3月生まれでよかったとは今回のお受験で思ったけどね。名前言えなかったのも言えたらプラスだけど言えなくてマイナスはないじゃん多分。3月生まれだし。3月生まれだし。だ例えばさその4月生まれの子だったらもう3歳半とかになってるから、まあ言えなかったら多分マイナスだと思うんだよね、印象が。まあその子にもよるだろうけど性格にもよるよね。もしかしたらゆねちゃんが4月生まれだったとしても名前言えないかもしれない、そうだからそれは良かったのかなって思う。でまあ3月生まれってことで多分これ考え方次第だけどあとその子の性格にもよるだろうけど、早めにいろいろ経験できてよかったっていうパターンがあるかもしれないからそれは分かんないよね、一概には。そうだね。だからみんなよりちっちゃいかもしれないけどそれだけ早めにいろんな経験をできるからもしかしたら早めに成長できるかもしれないし。ココちゃんは来年さらにちっちゃいからね、ココちゃんね3月30日生まれだからね一番若いんじゃないココちゃんが。はいということでゆねちゃんの幼稚園お受験記録でした。4月から幼稚園頑張ろうね。
ねここちゃんもね下のクラスあれば、ゆねちゃんと離れて過ごす1年間だからね。初めて一人時間ではい、ということで4月からゆねちゃんは幼稚園生になりますが、多分これからいろいろ成長してくれると思うので、皆さんもぜひそこを優しく見守っていただけたらなと思います。最後までうんときありがとうございました。いいさん、またことくの楽しみでよかったら見ていってください。せーの、バイバーイ。オッケー。はい